こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。というわけで理想の都市づくり、第4回をやっていきましょう。おいちょっと待て。前回のシティーズスカイラインズ実況からどんだけ経ったと思ってるんだ。確か前回のシティーズスカイラインズ実況は7月26日に投稿しましたね。で、今日の日付は9月13日ですね。まったく、ほぼ2ヶ月間もシティーズスカイラインズ実況をサボりやがって。いやはや、全くもってその通りです。一応、最近投稿ができなかった理由として、いつも使っているメイン PC から離れていて、シティーズスカイラインズの実況ができる環境にいなかったんですよね。まあ今回からはできるってことだな。そうなるね。で、今回は何をやっていくんだ？今回はまず、前回と前々回の動画でもらった、理想市に対する視聴者からのリクエストに答えていこうと思うよ。そういや動画のコメント欄でいろんなリクエストをもらっていたな。次の動画までに忘れるかもしれないから、今回のうちにできるだけやっていこう。忘れるほど次回の動画は先の話になるのか？それが終わったら前回の駅前建設が中途半端な状況で終わったから、駅前の続きをやっていきましょうか。なんか無視されたような気がするんだぜ。それでは早速リクエスト消化からやっていきましょう。それでは最初のリクエストはこちら。なるほど、確かに山に木があった方がそれっぽいよな。おそらくこの方の言っている奥の山とは、このマップ外にある山のことを言っているんだと思います。ハゲ山って感じであんまりあるではないよな。というわけでまずはこの山に植林をしていきましょう。植林と入っても、ただ木を植えればいいというわけではないよ。あれ？都市の範囲外だからブラシで木を植えられないのぜ。そうなんです。こちらのハゲ山、都市の範囲外にあるので木を直接ブラシで植えることができないんですよ。都市の範囲内なら普通に植えられるんだがな。どうすればいいんだ？困った時のムーブイット。都市内で植えまくった木をムーブイットで都市外に動かしていくよ。なるほど、後から木を移動させることはできるのか。それじゃあムーブイットのコピー機能を使ってどんどん木を増やしていきます。ものすごい勢いで森が広がっていく。一気に木をコピーして植えちゃいます。4倍速だからわかりにくいが、木をコピーしてペーストした時に10秒くらいフリーズするのぜ。持ってくれよ、私のパソコン。よし。あれ？なんか木がコピーできなくなったぞ。もしかしてなんだが、木のオブジェクト上限に引っかかったか？それありそう。やっぱり木のオブジェクト制限に引っかかってるな。どうするんだこれ？確かオブジェクトの上限を取っ払うモッドがあった気がするので、それを導入してみるよ。アンリミテッドツリーズモッドか、そのまんまの名前のモッドだな。モッドの効果としては、木の本数の上限を25万から125万にできるようだよ。無限ではないんだな。だからあんま木の無駄な植林はできないけど、まあマシにはなるね。というわけでスチームワークショップで導入してきました。これで本当に125万本植えられるようになったのか？ちゃんと植えられましたね。よかったよかった。それじゃあ引き続き山に木を植えていきましょう。相変わらずフリーズしてんな。はい、あの後も木を植える際にフリーズしまくったので、植林完了後までカットしました。でも木を植えた方がリアルじゃないか。若干もやがかかっているのがめっちゃ山っぽいぜ。そうですね、ハゲ山だった状態よりは100倍良くなりました。というわけで山の植林はこれにて完了。次はどのリクエストに答えていくんだ？次は自販機が欲しいとのリクエスト。なるほど自販機か。とりあえずは公民館に自販機を置いてみるよ。入り口の脇にいい感じの空きスペースがあるな。ここに自販機を設置するよ。なぜ2点か1品の自販機なんだ？いい感じ。よくはないだろ。仕方ないですね。ちゃんとした自販機に変えますよ。はい、完成。なんかあんまり見ない自販機ばっかだな。左から天下一品、コンドーム、日本酒、コーヒーの自販機だね。なんで公民館にこの自販機なんだよ。というわけで自販機のリクエストはこれにて完了。じゃねえよ。問題だらけだろ。次はこちらのリクエスト。路線バスか、確かにあった方が良さそうだな。それでは早速作っていきましょう。ちなみにバスの路線は中央地区の理想駅から、本町を結ぶ路線にするよ。お互いの地区がだいぶ離れているし、乗客の需要はありそうだな。それじゃあ早速停留所を設置していきましょう。
停留所の設置はこれにて完了。あとは路線の名前だな。今回は無難に中央、本町線にしましょう。そして中央、本町線では赤いラインが特徴の名鉄バスを走らせるよ。お、早速バスの車庫から名鉄バスが出てきたのぜ。まずは理想駅バス停に向かうようです。道路の路面標識から若干ずれてるのが気になるのぜ。まあこれは仕方ない。にしても交差点がまだ少ないから、バスは快適そうだな。理想市は渋滞もほとんどないし、遅延することも少なそうだね。というわけで、路線バスのリクエストも無事達成。次はどんなリクエストをするんだ？次で最後になります。最後のリクエストはこちら。ほう、貨物駅に荷下ろし用の引き込み線をつけたらどうか、というリクエストだな。貨物駅はこの理想駅の隣にあるこちらのことだね。確かにここの貨物駅に引き込み線があった方が、それっぽいよな。それじゃあ早速引き込み線を作っていきましょう。と入っても単線の線路を引くだけなんで、そんな大したものじゃありませんけどね。でかい貨物駅ならもっとコンテナ用のクレーンなんかもあるかもしれないが、理想市の貨物駅は小さいからな。というわけで貨物駅の引き込み線も完成。すごくシンプルなのぜ。理想市にはこの程度で十分だよ。というわけでこれにて貨物駅に引き込み線を新設するリクエストも完了。これにてコメント欄のリクエストに答えるのも全部できたな。中には諸事情により答えられなかったり、気づかなかったりしたリクエストもあるから本当に全部やったかというと怪しいけどね。というわけでリクエストに答えるのはここで終了。それじゃあお次は、前回中途半端に終わった、駅前開発の続きをやっていくよ。前回は駅の目の前と大通り沿いしか建物を建てなかったな。今回は前回建てた建物の周りに街を広げていきます。というわけで早速、建物を建ててない区画にマンションとか雑居ビルを建てていくよ。それと忘れずに駐車場の方も建てるべきだぞ。なんて言ったって、現実にも駅の近くの裏通りには駐車場がたくさんあるんだからな。ある程度駅から距離のある土地には住宅区画を設定するよ。そして理想市につ目の学校を建てていくよ。前々回に建てた中学校ぶりだな。今回建てる学校の名前は何にするんだ？今回は理想市立第一中央小学校という名前にするよ。第一、ということは将来的にはもっと小学校が増えるということなのか？まあそうなることも視野に入れているね。そして学校の隣には団地を建てるよ。確か以前のコメント欄に、団地もあったらいいんじゃないかってコメントがあったよな。以前の学校を作る際は、団地を作らなかったので今回こそ団地を作っていきますよ。今度は先ほど作った、理想市立第一中央小学校の隣に、中学校も併設させるよ。今度は中学校か。中学校の名前は理想市立中央中学校にします。併設された小学校のクラスメイトが、そのまま中学校に上がれるのは羨ましいな。小学校から中学校に進学する際に、クラスメイトがバラバラになることが普通ですからね。最後に野球場を建ててあげます。近所の少年野球をここで行うんだな。それじゃあ中央地区に住宅が建つ様子を見ていきましょう。今回の住宅区画の拡大で、駅周辺の商業施設の労働者不足も解消するかな。だいぶマシになると思うよ。それよりも都市外からの移住者と商品を届けるトラックで渋滞が起きかけてますね。一過性の渋滞なのか、それとも今後も継続して起こるのか、場合によっては対策が必要かもな。というわけで今回の駅前開発の後半はこれにて完了。本当に駅前開発はこれで終わりか？駅から見て右側はほぼ完成したが、左側はまだ完成したか微妙だぞ。
まあ完成したかどうかは個人の主観だし、多少はね。それでいいのか。これは前々回に作った本町地区の住宅区画にも言えることなんだが、住宅区画に緑が少なくないか？確かに言われてみたらそうだね。次回以降はでかい公園でも作るべきだな。そうだね。今まで自作で公園を作るのが苦手で避けてきましたが、好き嫌いせずに作るべきですね。いやー、どんな感じになるのか楽しみだな。そうやってプレッシャーかけるのやめてね。というわけで今回の動画はキリもいいし、ここまでにしようと思うよ。ああ、また次回以降に続きをやった方が良さそうだな。ちなみに確認なんだが、駅前周辺の労働者不足は今回の住宅区画増で解消したのか？いやー、どうもそれがまだまだ労働者が不足しているようで、今後も住宅区画は増やしていかないといけないよ。じゃあ次回は駅から見て左側の空き地に、住宅区画を作るべきだな。いやそこの空き地にはまた別のものを建てる予定だし、次回は次回で別のことをやる予定だから、住宅区画を作るのはまた今度になるね。一体次の住宅区画を作るのはいつになることやら。まあ、期間が開くとは思いますがその間にも色々構想を練っているので、楽しみにしといてね。なるほどな、期待しとくぜ。なんかそこまで言われるとプレッシャーが。めんどくさいやつだな。とまあ、今回の動画はここまで、次回のシティーズスカイラインズの動画も楽しみにしといてね。次回の予定は？次回は平地に田んぼ地帯を作っていこうと思うよ。これが本当のゆっくり田んぼってね。あ、はいはい。マリサは冷たいな。というわけで今回の動画はここまで。次回の動画もまた見てね。あとついでにチャンネル登録もよろしくね。なんてったってこのチャンネルの視聴者の 86% はチャンネル登録をしていないからな。中の人はそれを気にしているのぜ。それじゃあ、バイバイ。